前回東広島にお好み焼きを食べに来たものの、目的のお店は臨時休業。プラン B のお店は駐車場の場所が分からず断念することになったのだ。トラブル続きとなった東広島ドライブ、今回はその続きからスタートするよ。時刻は少し遅くなってしまったけど、お好み焼きリベンジを続行するのだ。現在の地点は東広島市中心部に向かってドライブ中。 VR での没入感を楽しみながら、まずは空腹を満たすお店を改めて探していくのだ。今回こそは確実にお好み焼きを食べる。その後はこの東広島の街を少し散策してみる予定なのだ。酒蔵通りや公園など東広島の魅力を VR 映像でお届けしていくつもりなのだ。ところで広島の人たちにとってのお好み焼きは少し特別な存在なのだ。実はチェーン店で食べることはあまり多くない。多くの広島人は自分専用のマイお好み焼き屋を持っている。住宅街の自宅を改装したような小さなお店が主流なのだ。そうしたお店は地域の社交場にもなっていて、一見さんお断りのような雰囲気を感じることもあるけど、一歩踏み込んでみればそこにはアットホームな世界が広がっているのだ。鉄板の前で地元のおばちゃんが手際よく焼いてくれるお好み焼き、それが広島の人たちが一番落ち着く味なのだ。3度目の正直、今回はそんな地域のぬくもりを感じられるお店を見つけたのだ。果たしてお好み焼きにはたどり着けるのかな。橋を渡ると一気に住宅街が広がってくるのだ。よかったら左右を見てみて。ここから道が急に狭くなるのだ。対向車が来たら少し緊張するような、そんな細い路地。この先に求めるお好み焼き屋があるはず。ここを左折。うわ、さらに狭くなったのだ。これぞ広島の隠れた名店へ続く道といった感じなのだ。左を見てみて、こじんまりとした雰囲気の良いお店が見えてきたのだ。あそこ駐車場もしっかりあるみたいなのだ。すでにソースの香ばしい香りが鼻をつくのだ。今回来たのはお好み焼きコナモン。ここからは2画面なのだ。腕が試される肉玉そば、ネギかけと贅沢な牛すじトッピング、どちらも最高なのだ。ところでお好み焼き屋では食後にそっとコーヒーが出てくることがあって、これが常連さん同士の社交のきっかけになるのだ。観光では気づきにくいけれど、この食後の一杯が広島のお好み焼き文化の深みなのだ。お腹いっぱい、気持ちも落ち着いたところで、今度は東広島の中心部へ車を走らせるのだ。東広島は人口が増え続けていて、道路整備が追いつかない街でもある。時間帯によっては渋滞が激しいので注意なのだ。ほとんど渋滞だったので、ここは潔く駐車場までカットなのだ。さあ、ここからは東広島市の中心部を歩いていくのだ。車では見えなかった街の表情が歩くと一気に近くなる。人口が増えて勢いのある街だから、歩いてこそ分かる空気があるのだ。正面左に見えているのは東広島芸術文化ホールクララなのだ。コンサートやイベントが集まる東広島のランドマークで、街歩きの途中でも存在感がすごいのだ。正面に見えるのは東広島発の一人用 EV ミボット。地元ベンチャーが開発した小型モビリティで、街中をちょこちょこ走る姿が可愛いのだ。この先が酒蔵通りなのだ。東広島は盆地で、昔から水にとても恵まれてきた土地なのだ。澄んだ地下水が豊富に湧くおかげで、ここでは質の高い酒造りが育ってきた。街を歩くだけで長い時間をかけて磨かれた酒文化の深さが感じられるのだ。
こが白ボタン株式会社夏目漱石や宗像志功も愛した酒を作ってきた東広島で最も長い歴史を持つ酒造なのだ。この町の酒文化を語る上で欠かせない存在で、今も昔も地元の誇りとして親しまれているのだ。正面右側に煙突が見えるのだ。あれはかつて酒造りのための米を炊いていた頃の名残で、昔の酒蔵の風景を今に伝える貴重な建物なのだ。東広島の酒文化の歴史がこういうところにしっかり刻まれているのだ。右側の蔵、もう外観だけで歴史を感じるのだ。長い時間を積み重ねてきた建物ならではの重みがあって、酒蔵通りの雰囲気を一気に深くしてくれる存在なのだ。右に見えるのが鴨鶴の酒蔵なのだ。ここは地元でもよく知られた蔵で、元師匠の岸田文雄氏も選挙の前にここの酒で気合を入れ、当選した時にも口にしたと言われているのだ。東広島の酒がこうして歴史や人の節目にも寄り添ってきたことがわかる場所なのだ。鴨鶴は直売所もおすすめなのだ。スーパーや酒屋ではまず見かけない貴重な銘柄が並んでいて、ここに来れば東広島ならではの一本に出会えるのだ。もちろん試飲もできるので、味の違いを楽しみながら自分好みの酒を選べるのだ。この歴史ある道をさらに奥へと歩いていくのだ。古い蔵や街並みが続いていて、一歩進むごとに東広島の酒造りの時間が積み重なっていくのがわかる。ただの観光じゃなくて、街そのものの物語の中を歩いているような感覚になるのだ。ぜひ視点を左右に動かして楽しんでみてほしいのだ。酒蔵通りは細かな表情が多いから、横を向くだけで古い蔵の質感や街並みの奥行きがぐっと広がるのだ。歩きながら見える景色の変化もこの道の魅力なのだ。実は酒蔵が白壁なのにはちゃんと理由があるのだ。昔から白い漆喰は火に強くて、湿気や温度も安定させやすかったから酒造りにぴったりだったのだ。見た目が美しいだけじゃなく、蔵を守るための知恵が詰まっているのだ。酒蔵の屋根にある鬼瓦、なんでついているのか気になるのだ。あれは魔除けの意味があって、昔の像では悪いものが入ってこないように守り神みたいな役割をしていたのだ。特に酒蔵は火や湿気、カビなどに弱いから、少しでも災いを遠ざけたいという願いが込められているのだ。
日本酒は食中にこそ本領を発揮するお酒なのだ。和食との相性はもちろん抜群だけど、実はイタリアンやフレンチと合わせても驚くほど馴染むのだ。旨味のある料理には旨味のある酒が寄り添って味わいがふわっと広がる東広島の酒は、その懐の深さも魅力なのだ。酒蔵は曜日や日にちによっては入れないことがあるのだ。せっかく来ても閉まっていることもあるから、事前に営業時間や見学日を調べておくのがおすすめなのだ。特に人気の蔵はタイミングが大事なので、計画して歩くともっと楽しめるのだ。しっかり座って試飲なんてしたら歩けなくなっちゃうのだ。だからほどほどに楽しむのが大事なのだ。酒蔵通りは車の通りも意外と多いのだ。景色に見とれていると危ないから、歩くときはちょっとだけ気をつけてほしいのだ。東広島は電車で来られるから、飲む人は必ず公共交通機関を使うのだ。そして JR 西条駅から歩いて7つの酒蔵を巡れるので、車は全く必要ないのだ。駅を降りてそのまま酒蔵通りに行ける、このアクセスの良さも西条の魅力なのだ。日本酒って親父臭いと敬遠されがちだけど、今の日本酒はそんなイメージとはだいぶ違うのだ。海外でも人気が高まっていて、飲みやすいタイプから個性の強い一本まで幅広く揃っている。さらに料理との相性もとても大切で、和食はもちろんイタリアンやフレンチともよく合うのだ。いろんな料理と組み合わせて楽しめるのが今の日本酒の面白さなのだ。次の金曜の夜に日本酒が飲みたくなったら、チャンネル登録と高評価をそっと押していってほしいのだ。また一緒に歩きながら日本酒の世界を楽しむのだ。